はい、日本語作文、原稿用紙の使い方についてお話ししたいと思います。今日お話しする内容はだいたいこんな感じになっています。それで、原稿用紙って何ですか？こういう紙ですね。こっちが縦に書くときの原稿用紙、こっちが横に書くときの原稿用紙です。ということで、どうして原稿用紙を使わなくちゃいけないのかについて触れておきたいと思います。はい、最初は原稿用紙を使う意味です。まず何といってもですね、原稿用紙1行20個文字が書けるようになっています。つまり3行書けば、60書いたな、100字で書きなさいと言われたら、5行書けばいいんだなということで、いちいちね、書いてから1、2、3、4、5、6で数えなくていいので、すごく便利だということです。それから、例えばスピーチの原稿などを書くときに、長さを考えながら書きやすいということです。どういうことかというと、原稿用紙1枚読むのにどれぐらい時間がかかるか、そういうことを目安にしながら、スピーチ全体の長さ、それに対して何枚原稿用紙が必要になるか、そういうことを考えながら書き進められるということですね。例えば、日本人の場合、だいたい3分のスピーチをする場合、原稿用紙2枚と4分の1ぐらいが必要だと言われています。そういうことを考えながら、じゃあ5分のスピーチをするとなった場合、どれぐらい書かなきゃいけないかということを事前にちょっと考えることができるので、便利です。それと、手書きの練習になる。特に外国人の方で日本語を勉強している方、最初はしっかり手で書く練習をした方がいいと思います。漢字覚えやすいですからね。次です。題名と氏名ということで、どういうふうに書けばいいか。まずタイトル、題名ですが、こんな風に左から1つ、2つ、3つ分開けて最初の行に書き始めてください。これがタイトルになります。いいですね。はい。それから今度は氏名、名前と名字です。まず最初に言っておかなければいけないのはここですね。最後、一つスペースが空くように書いてください。それで、外国人の方の場合は、名前と名字の間にこんな風に点を入れるのが普通です。こちら、マルコ・ファンバステンという方、オランダの方なんですが、こことね、ここにスペースがありますね。名前と名字の間に点を打つ。これはいいんですが、名字の間にもスペースがあるので、ここにも点を打つ人が、時々いますが、こことここに点があると、日本人にとってどれが名前で、どれが名字でということが分かりにくいので、例えばね、こんな風に、ファンとバステンっていうのは一つで名字ですよっていうことを表すために、イコールを使う人が時々いらっしゃいますね。その方が日本人には分かりやすいです。あるいはもう、ファンバステン全部一つに書く。それでもいいです。とにかく日本人にとってどこが名前でどこが名字かっていうのが分かりにくいので、それを少しでも分かりやすくするということを考えるのは必要かと思います。あとね、このロバート・デ・ニーロ、もう有名な人なんで、ロバートっていうのが名前ということは分かりますが、その時もね、デとニーロの間に点を打つとちょっと分かりにくくなったりするので、デニーロ一つにするとか、あるいはイコールを挟むとか、そんなことをしてもらえると日本人としては助かるということです。それから、漢字の名前がある
日本人とか中国人とか、あるいは韓国人の方でも漢字で自分の名前を書きたいという場合ですね。先に名字が来ます。で、あと、ここが名前ですね。名字と名前の間にはスペース1つ空けてください。最後、ここと同じですね。1マス空けるようにしてください。はい、それからですね、アドバイスなんですが、カタカナの名前、カタカナ表記ですね、なかなか難しいものがあるので、できれば日本人、友達、知り合いの日本人に実際にどういうふうに書いたらいいか、アドバイスをもらうのがいいかと思います。決まった言い方があるので、日本人に分かりやすいカタカナ表記、きっと教えてくれると思います。次いきます。マスの使い方ということですが、マスって何ですか？はい、これです。皆さん、見たことがあるかと思いますが、お酒を飲むもんだと思っている方もいらっしゃるかもしれませんけど、お酒もね、これでマス酒飲むんですけども、米とかね、豆の量を測るときに使ってたものですね。はい、これがマスでして、形見てください。似てますね。上から見ると同じ形なので、この一つ一つのブロックのことを日本語ではマスと言います。はい、今、こういう文章があったとします。それで、この、段落ですね。段落の一番最初は開けてください。一マス開けてください。ここで一つの段落が終わりました。で、次の段落が始まります。その時もね、次の段落の最初の一マスは開けるということです。それから一つのマスに一つの文字を書くというのがルールです。全部一つずつ入ってますね。はい。こういうね、点とか丸とかも一つのマスに一つ入れてください。小さいひらがな、カタカナ、これも一つ上げてください。ここも同じです。続いた時も一マスずつ上げてください。それから小さいひらがな、カタカナの書く場所ですが、こう4つに切ったこの左の下ですね。だいたいこの辺に書くようにしてください。丸も同じですね。点も同じ。4つに切った左下に書くようにしてください。はい、それで1つのマスに1つということで、例えばですね、この漢字、最初に皆さんがうわーと思うのがこの陽っていう漢字だと思うんですが、たくさん線があるので、この中に書き込めないということで、こんな風にね、分けて書いちゃう人が毎年いますが、これはダメです。この陽っていうのはこれ一つの漢字なので、頑張って一つのマスに入れてください。同じように、この三字と、この字ですね、これをこんな風に分けてしまうのはダメです。これは3時ですけども、こう書くと三日寺とかね、そんな風な読み方になってしまいます。それでちょっと困ったことが起きるんですが、例えばね、この丸とか点ですが、丸とか点はですね、一番前に来ない。どういうことかというと、ここに書きましたが、例えばこういう文があったとします。雨が降って、一つのマスに一つということであれば、この点はね、普通に考えるの、ここみたいにね、この一番前に来るじゃないのというふうに思うかもしれませんが、これはダメです。こういう時はもう前に入れてください。あるいはこの外に1個出してもいいです。とにかくこの点が一番これみたいにね、前に来るのはダメ。ここにもありますね。丸の時もそうです。この丸を次の行の一番前にポツンと置くのはダメです。こういうふうに2つ入れるか、外に1個もう丸だけ出してしまうとか、そういうやり方をしてください。
ただし、小さいひらがな、カタカナ、ここにある300。これは前に来てもいいです。いいですね。はい、次です。鍵括弧の使い方。鍵括弧っていうのはですね、実際に誰かが言ったこと。例えばここね、私は夏目漱石の作品の中で草枕が一番好きです。と太郎さんは言いました。こっからここまでが実際に太郎さんが言ったことです。こういうふうに誰かが実際に言ったこと、それを示すものがこの鍵括弧です。言ったままこう書いたら鍵括弧でくくってください。それから二重鍵括弧。これはですね、作品のタイトル。今は夏目漱石の作品、草枕というのがあるんですが、この草枕というのは作品の題名ですよということを意味するために使います。これはですね、音楽でも映画でも本でも絵でも何でもいいんですが、日本語でタイトルがあれば二重鍵括弧でそのことを表しておいてください。それからこういうふうに英語のタイトルが、英語というかアルファベットのタイトルがあった場合、この時はですね、もう皆さんが知っているこういう記号を使います。ここに二重鍵括弧をするというのはちょっと変です。二重鍵括弧は漢字、ひらがな、カタカナの時に使う。アルファベットの時はこういうふうな記号を使うということを覚えておいてください。それからですね、さっき一つのマスに一つということで、丸や点にも一つのマスを上げてくださいと言いましたが、この鍵括弧の時はね、一つのマスに丸と鍵括弧、閉じるを入れてください。そして、この鍵括弧や二重鍵括弧は行頭や行末に孤立させない。どういうことかと言いますと、例えばね、草、枕、もう一つの漢字、ここに入ります。そうすると、この二重鍵括弧が行の頭にポーンと来ちゃう。これはダメです。ダメだから、どうするかというと、もうこの草、枕の2つ目の漢字をもう前に持ってくる。で、ここに鍵括弧を書く。ここ一つ空いちゃうんですけど、もうそれはいいです。それか、草枕、ここに漢字を変えて、外に、あるいは中に二重鍵括弧を書く。それでもいいです。ここにありますね。こんな感じでもいいです。とにかくこれを前に一つポツンと置くとか、そういうことはしないでください。はい。逆にこの文だと、ここに一つ鍵括弧、ポツンと残されてしまいますが、それもダメです。その時は、もうこの鍵括弧を前に持ってくる。ここが開いちゃいますが、それも仕方がないです。はい。いいですね。次です。アルファベット、数字、記号についてお話ししましょう。ここにいろいろありますが、まずですね、アルファベットの大文字、これは一つのマスを上げてください。アムステルダムというふうにこのスペリングで書きたいときはですね、大文字 A を一つのマスに入れてください。それから小文字、小さい文字、これは2つで一つのマスを上げる。ね、ここもそうですね。ここもそうです。きれいに収まりました。ロンドンの場合はどうなるか。ここに1つ大文字上げました。で、2つずつペアを作っていくと1個余っちゃった。ね、この時はもう仕方がない。もうここはスペースで置いておいてください。はい、GDP。これはもう3つとも大文字ですから、G と D と P を1つずつマスに入れてください。それから、
こういうセンテンスになったときですが、同じようなルールでいきます。大文字に1つをあげます。それから、小文字はペアにしました。1個余りました。仕方がない。ここはスペースだ。ちょうどうまい具合にですね、この is の前にもね、スペース、普通は使いますから、これはこれでいいです。次、この is の後ですね、ここも普通だとスペースを使いますから、スペース上げてください。で、M からスタートして、M が1個だけになりましたが、それは仕方がないですね。はい、ペアにしていって、今度はピリオドが一人ぼっちになりましたが、それは仕方がないということで OK です。こんな風にセンテンスが出てきたときは書いてください。次です。数字に行きます。数字はですね、2つで1つのペア、マスを上げてください。で、こういうふうに4つ数字があるとき、ね、2020、これはもうピタリと収まるんですが、こういう数字が3つのとき、前からペアを作ってください。5と3が1つのマスに入ります。8は余ります。仕方がないです。それから、記号ですね。記号が出てきたとき、記号を1つのマスに入れてください。それで 100% というふうに書きたいときは、ルール通り前からペアにする。2つ目の0が1つに収まりましたが、それは仕方がない。ここはスペースにしてください。それで、さっきも言いましたように、記号には1つのマスを上げるということで、100% と書くときはこんな感じになります。それから分数です。こんな風に書いてはいけません。日本語ではこれは2分の1と読みます。それで、こういう風に2スペース分の1スペースという風に書くしかないです。これ例えばね、20分の1だとね、これを2、0、20にして20分の1という風に書いてください。いいですか？分数を書くときはもう日本語で書く。縦に書くときも同じですね。はい。じゃあ数字が分かった。日付とか値段とかどういうふうに書けばいいかということについて触れましょう。まずですね、横書きの場合は数字は3用数字を使うのがいいです。どういうことかと言いますと、例えば2020年1月16日という日付があったとします。2020ですからね、ルール通り数字2つを1つのマスに入れる。それで漢字は1つのマスに入れる。はい。数字1つしかありませんがね、もう1つのマスに入れてください。ここはスペースです。はい。月16日。こんな風に書くのが一番いいかと思います。もちろん日本語には漢数字、漢字の数字というのもあるんですが、2020っていうのはね、こんな風に一般的に書きますね。2020、これ0、丸なんですが、0のことです。2020という風に書いて2020年という風に表します。あとは漢字で1月16日で OK です。それから値段を書くときも同じようなルールで2つの数字を1つのマスに入れて漢字ですよね。値段の場合ですね、コンマを使ったりする時があります。日本ではこの1000と100の間の記号はコンマ、こっちです。で、これは小数点です。これ逆に使っている国もあるので気をつけてくださいね。日本では1000と100の間はコンマになりますから、これは1980円と読んでください。ルールとしては1とコンマを1つに入れる。あと、ペアにして、今度は0が余りましたが、それはいいでしょう。はい、小数点です。1と
点を1つのマスに入れる。あと2つずつペアにしていく。ということで、1.98 ユーロというふうになります。はい。今度はこういうやつですが、記号は1つのマスに入れてください。その後ですね、3と点は1つに入れる。3.14 と読みますよ。これも 3.14。ずーっと続いてもね、そのまんま1つずつ読んでいきます。3.141592 ブラブラブラとありますが、そういうふうに1つずつ読んでいきます。いいですね。これをね、3.14 とか、これを 1.98 とか、そういうふうには言いませんから、気をつけてください。それから、漢数字ですが、10円とかね、20円、30円、そういう小さい数字だとね、こんな風に書くことはよくあります。あと100点とか200点とかね、決まった漢字は時々使われますが、一般的には日付とか値段とかに関しては、こんな風な書き方をします。はい。点線ダッシュ分量です。点線というのはね、この点点点点点点です。いろいろまたこれもルールがあるんですが、点線は1マスに点を3つ書いて、2マス続けて書いてください。つまり、点点点点点点というふうになります。はい、次はダッシュです。これは2マス使ってビュッとつないでください。それがダッシュの書き方です。最後は分量です。どれだけ書けばいいかという話なんですが、だいたい指定された量の 90% ぐらいを書くようにしてください。例えば原稿用紙1枚で書いてくださいと言われたとき、タイトルと名前を書いて 90% だから360として最後の2行に収まるようにしてください。で、それより少ない3行余った、あるいは足りなかった、ちょっと1行ぐらい原稿用紙の外に書いちゃった。これはちょっとダメです。見てもらえないか、あるいは減点される時もあるので、そこはしっかり 90% で収まるように工夫してみてください。はい、原稿用紙の使い方、今日は以上でした。ありがとうございました。本日の動画、原稿用紙の書き方、いかがでしたでしょうか。日本人でも改めていろいろルールがあるんだということを気づかされるぐらいに、あんまりしっかり習ってこなかったのかなという部分ですね。動画の中でもお話ししましたが、原稿用紙を使うことでいろいろと便利なことがあります。長い動画になりましたが、いつかどこかで皆さんのお役に立てれば光栄です。チャンネル登録で応援していただけると、これからの励みになります。皆様、応援よろしくお願いします。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。